車椅子ユーザー、特に下半身が麻痺している方は、褥瘡を予防するために特殊な車椅子用クッションを利用する必要があると思います。前回の動画でやりましたが、褥瘡というのはできてしまうと生活の質が一気に下がってしまう、とても恐ろしいものなので、甘く見ずに念入りに予防していくことっていうのが大事です。それには車椅子を利用している方は、褥瘡予防効果がしっかりとある、自分に合ったクッションを選ぶということが大切かなと思います。そこで今回は車椅子生活を十数年してきた僕がこれまでの経験で学んだ車椅子用クッションの選び方のコツというのをまとめてみたので、それを紹介していきたいなと思います。そしてさらにおすすめの車椅子用クッションというのも5種類ピックアップしてみたので、もしよかったらそれも参考にしてみてください。車椅子用クッションを選ぶときには、これから話す3つのポイントに注目して選ぶべきかなと思っています。まず1つ目はもちろん褥瘡予防の効果です。これをしっかり最優先して考えるということがもちろん大事かなと思います。ただ褥瘡予防の効果というのは、そのクッションを数週間もしくは数ヶ月くらい利用してみないとわからないものだと思います。そこで各メーカーで 1,2 週間くらいそのクッションをレンタルできる場合というのがあるので、それを利用することをお勧めします。それでレンタルして利用しながら、その間にお尻の状態がどうなっているのかというのを毎日観察してみるといいのかなと思います。もちろん 1,2 週間ではなくて、数ヶ月くらい利用してみないとはっきりとした効果っていうのはわからないかなと思うんですが、とにかくまずはすぐに購入はしないで、レンタルできるのであれば、レンタルをしてできるだけ長く利用してみるということをお勧めします。あとは褥瘡予防の効果を知るためには、自分と障害程度が近い人が利用しているクッションを参考にするといいのかなと思います。障害程度によって車椅子上でうまくプッシュアップなどをして定期的に除圧ができるかできないかというのは違ってくると思うので、できるだけ自分に近い障害程度の人が利用しているクッションを参考にするといいのかなと思います。ということで、まずは褥瘡予防の効果がしっかりあるかどうかというのを最優先してクッションを選ぶことが大事なのかなと思います。続いて2つ目のポイントは、座った時にどのくらい姿勢保持ができるのかということです。クッションによって同じくらいの褥瘡予防の効果があったとしても、座り心地というのはそれぞれ全く違います。なので同じくらいの褥瘡予防の効果があるとしたら、次に座った時にどのくらい姿勢保持ができるのか、または安定感がどんな感じなのかというのをチェックするといいのかなと思います。もちろん姿勢が保持できて安定感があるものがいいとは思うんですが、ただ座り心地というのは人それぞれ好みがあると思うので、ふわふわした感じがいいとか、反発があって少し弾力が欲しいとか、または少し硬めがいいという方もいると思うので、その辺は自分の好みで決めていけばいいのかなと思います。それで自分好みの座り心地で安心して座っていられて、できるだけ姿勢をよくできるものを選べばいいのかなと思います。そして最後にメンテナンスのしやすさというのもチェックするポイントかなと思います。クッションによってそれぞれ作りが異なるので、そのクッションがどういった時に壊れてしまうのかとか、そして壊れた時にどのようにして修理すればいいのかとか、あとは定期的に調整が必要かどうかとか、あとはどういうふうに洗えばいいのかとか、そういったメンテナンスの部分というのを最終的にチェックするといいのかなと思います。ということで、この3つのポイントを順番にチェックしていって、クッションを選べばいいのかなと個人的には思っています。続いて、車椅子用クッションを選ぶ時の参考に、おすすめのクッションというのを5つほどピックアップしてみたので、それを紹介していきたいなと思います。まず1つ目はロホというメーカーのクッションです。このクッションはおそらくシェア率が一番高いんじゃないかなと思っていて、多くの方が利用しているのを見ますし、実際僕も一番初めに使ったクッションというのがこのロホのクッションでした。
そしてそれを僕が使っている間は褥瘡は一切できていないですし、なりかけたこともないので、褥瘡予防効果というのは信頼できると個人的には思っています。ただこのロホのクッションというのは空気調整が必要で、調整を間違ってしまうと底付きというのが起きて、褥瘡の危険にさらされる場合というのもあります。なので定期的に空気調整をしていって、底付きが起きないようにメンテナンスする手間というのが少しあるかなと思います。あとは中に空気を入れるものなので、穴が開いてしまったら空気がそこから漏れてしまうという作りになっているので、利用できなくなってしまうので、そういった場合は修理が必要かなと思います。なかなかないとは思うんですが、長く使っているとそうやって穴を開けてしまう場合というのもあると思うので、僕はなかったんですが、他の人で修理している人もたまに見かけます。それで値段はウェブサイトによると標準のもので税抜き47,000円という風になっています。ということで、このロホというクッションはおすすめなので、気になる方はぜひチェックしてみてください。続いておすすめしたいクッションは J というメーカーのクッションです。これはロホのクッションとは全く違った構造になっていて、お尻の部分だけに流動体というものが敷き詰められていて、それで褥瘡を予防するクッションになります。これは僕がロホの次に2番目に利用していたクッションで、だいたい 7,8 年くらいは利用していたと思うんですが、その間に褥瘡ができたことはなかったです。それで最初使い始めはロホと比べると、座った時にちょっと硬いかもなというふうに思って、心配ではあったんですが、意外と褥瘡も一切できなくて、しかもロホと比べると座った時にグラグラせずに安定感がすごくあったので、結構長い間それは利用していました。そして僕の場合はベッドや車に移乗するときに手をクッションの上に置いて移乗するので、このクッションは膝に近い前の方はある程度硬くて、手を置いても力を入れて沈み込まないので、移乗しやすかったというのも長く利用していた理由の一つです。ただお尻の部分にある流動体は何度も座り直していると左右とか後方に逃げてしまうっていうことがあって、そうなると褥瘡予防の効果も薄れていくので、それは定期的に調整をする手間が少しだけあるかなと思います。そしてロホと一緒で、穴が開いてしまうと流動体が中から出てきてしまうということも、構造的にはあるのかなと思います。それで値段はウェブサイトによるといろいろ種類があるんですが、代表的なもので J2 というクッションが税抜きで 54,400 円という風になっています。ということでこの J というクッションもおすすめなので、気になる方はぜひチェックしてみてください。続いておすすめしたいのがスティムライトというクッションです。これは今現在僕が使っているクッションなんですが、これは個人的に一番座り心地がいいと思っています。1年以上使っているんですが、褥瘡の問題というのもありません。それでこのクッションのいいところというのは、何といってもメンテナンスが楽だということだと思っています。ロホのように空気調整をする必要もないですし、J のように流動体の位置を調整する必要というのもありません。ただ普通に調整なしでそのまま座ればいいだけなので、メンテナンスがすごく楽で、僕は今までのクッションの中で一番気に入っています。ただ少し値段が高くて、クラシックというモデルで、税抜き 75,000 円なので、ロホや J と比べると、少し高いかなという印象はあります。ということで少し高いですが、メンテナンスが楽で褥瘡予防の効果もある、このスティムライトというクッションもおすすめなので、気になる方はぜひチェックしてみてください。続いておすすめしたいのがバリライトというクッションになります。ただ実際僕はこのクッションを使ったことはないので、詳しいことは言えないんですが、いろいろ車椅子用クッションを探している中で、これを見つけて、ウェブサイトを見ると、結構いろんな種類もあって、褥瘡予防の効果もなかなか良さそうに見えるので、使ったことはないんですが、気になっているクッションの一つです。それで値段もそこまで高くなくて、リフレックスというモデルで、税抜き 28,000 円ということなので、他のものと比べるとお手頃な価格なので、手に入れやすいのかなと思っています。
ということで、クッションを選ぶ際には、このバリライトというクッションは選択肢の一つになるかなと思うので、気になる方はぜひチェックしてみてください。最後に紹介するクッションは、ピタシートクッションというものです。これはいろいろ種類があって、もちろん車椅子でも利用できるんですが、モデルによっては他の用途でも利用できるクッションなのかなと思っています。というのもこのクッションには厚みが薄いモデルでピタシートクッション35というのがあるんですが、僕はそれを車の運転席に敷いて現在利用しています。車用になるとどうしても薄いものが必要で、いろいろ探したらこれが見つかって、3.5 センチという厚さで、これくらいだと極端に車の座席が高くなったりはしないので、車用には結構向いているクッションなのかなと個人的には思っています。こういった薄いクッションというのは一つ持っておくと、車以外でも例えば新幹線に乗るときに座席に敷くとか、飛行機に乗るときに座席に敷くとか、いろいろと使い道があると思うので、一つ持っておくと便利なのかなと思ってます。それで値段はというと、ピタシートクッション SS という、普通に厚みがあって車椅子用で、利用できるのが、税抜き 29,000 円という風になっていて、僕が使っている薄いモデルでピタシートクッション35というのは、今は楽天で6,000円ちょっとで購入できるみたいなので、結構手に入れやすいと思うので、ぜひ気になる方はチェックしてみてください。ということで今回は車椅子用クッションの選び方と、おすすめのクッションを紹介してみました。車椅子で使うクッションというのはもちろん褥瘡予防というのが一番大切かなと思うんですが、車椅子上での姿勢に影響したりとか、異常などの生活動作にも影響するものだと思うので、ぜひいろいろ試してみて、自分に合ったクッションを見つけてみてください。今回の内容が少しでも参考になれば嬉しいです。といった感じで今回の動画は以上になります。この動画の感想をぜひコメント欄に書いてリアクションしていただけると嬉しいです。それではこれで終わりたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。Ignore this